誰が韓国サッカーを後退させたんだ。優勝候補の日本相手によく戦った方だ。韓国は1500人しかいなくてセミプロなんだよね。男子に比べて女子サッカーはギャップが激しすぎる。同じ民族の北朝鮮の17歳は優勝してるのに、なんで私たちはダメなんだ。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今日は2026年5月11日に行われた AFC U17 ロシアアジアカップ中国2026日本対韓国戦の試合について韓国サポーターと話していくよ。この試合で勝った方がワールドカップ出場だね。そうだね、ここだけは負けられないよ。この試合のメンバーを見ていくと、韓国は前の試合とスタメンは同じだね。これがベストメンバーって感じだね。この試合でワールドカップ決まるし、そうだと思う。日本は前の試合からスタメンを9人入れ替えたよ。わあ、すごい。じゃあ今回は韓国サポーターのソヨンとリモートをつないでるよ。アンニョン。アンニョン。ソヨンちゃんよろしくね。いよいよ日韓戦だね。私もめっちゃ応援してるよ。私の方が応援してるんだからね。じゃあ韓国サポーターの声を聞かせて。オッケー。葵、ひな、韓国ではみんなファイティンってめっちゃ応援してるよ。気合入ってるね。韓国のスタメンはどう？私、チュジヨンをめっちゃ応援してる。絶対頑張ってほしいな。好きな選手がいると応援がもっと楽しくなるよね。私は樋口ララ選手に注目してるよ。それにしてもこの試合で韓国と日本どっちかワールドカップ出られないんだね。去年の U17 ワールドカップ出場国が一つ出られなくなるからね。それなんだけどさ、今回の8強の対戦表、正直マジでおかしくない？って思っちゃうんだよね。何かおかしいところある。どんなところが？だってベトナムとオーストラリアがグループ2位同士で当たってるんだよ。普通さ、1位で上がってきた北朝鮮とか中国と試合するのが当たり前じゃん。なんで2位同士で当たって上に行けるのって感じ。確かに2位同士って変かも。でも韓国では対戦表に問題があるんじゃないかって言ってる人が結構いるの。でもそういう意見に対してあんたルール知らないでしょって突っ込む人がいたりしてすごいことになってるの。葵ちゃんどうなのそれ。3位通過が2カ国もあるからね。それは仕方ないよ。ベスト8で1位が3カ国、2位が3カ国、3位が2カ国だから2位同士の試合もできてくるってことだね。そうなんだよ。ねえソヨン、日韓戦だからやっぱり韓国サポーターはすごいのかな。みんな気合入ってそう。それがね、実は厳しい声も結構あるんだよね。そうなんだ。なんて言ってるの？日本のグループだとさ、日本がオーストラリアに5対0で勝ってるじゃん。正直今の私たちは北朝鮮にも勝てないレベルだから厳しいよね。いや、北朝鮮にも勝てないというか北朝鮮強いんじゃないの？そうだね。去年一昨年は U17 ワールドカップ優勝だしね。ちなみにグループリーグで北朝鮮対韓国は3対0で北朝鮮が勝ってたよ。中にはアンチみたいなひどい人もいてさ、北朝鮮にもボロ負けしてるクソ女たちがどうやって日本に勝つんだよみたいなことを言う人もいるの。17歳以下の選手たちにひどい言い方だよね。だからクソ女たちってなんだって怒ってる人もいたんだけど、そしたらじゃあやろうとでも呼ぶのかって言い返してても恥ずかしいよね。なんで喧嘩しちゃうかな。あとね、 Vamos Japan って日本の応援を書き込んでる人がいたんだけど、それに対してバカって煽り返してる人もいて、ほんと日韓戦の前だからみんなめっちゃピリピリしてるんだよね。じゃあ試合開始だよ。日本頑張れ。대한민국。前半終わって0対0だね。ゴールは日本が持ってたけどなかなか攻めきれないね。カウンターでも攻め込まれてたしね。韓国のカウンターは怖かった。しかも PK かとドキッとしたところもあったよね。カメラが1台だし遠いから実際にはわからないんだけどね。ソヨン、韓国ではどんな感じかな？それが私の周りでは前半のこと話してる人はいないんだよね。月曜日の昼間だもんね。そういうことでもないんだけどね。じゃあ後半見ていくよ。試合は1対0でリトルなでしこの勝利。ワールドカップ出場決定だよ。もう今回はダメかと思ったよ。 PK 止めた宮地彩香選手には救われたよね。ほんとだよ。しかもその後のララちゃんの直接フリーキックもすごかったね。ほんと最高だったよ。ソヨンちゃん、韓国のみんなはどう？今回は負けちゃったけど、実は私たちの子たち本当によく頑張ったってねぎらう声がすごく多いんだよね。優勝候補の日本相手に0対1ならよく戦った方だ。日本相手にここまでやれるとは。
って喜んでる韓国のファンもいたくらいだよ。日本に負けたからもっときつい感じなのかと思ったけど意外とそんなことないんだね。後半は韓国の時間が多かったしね。でもやっぱり厳しい声もあるんじゃないの？そこなんだよね。PK を外して負けちゃったから。 PK 外してワールドカップもベスト4も逃して本当によくやったねみたいなきつい皮肉を言う人もいてさ。うわぁ、それは選手も悔しいのにひどいね。だよね。だから他のファンがまだ高2の学生だぞ、言葉を選べとか部屋に引きこもってるお前が苦労しろってブチギレてて大喧嘩になっちゃってるの。他には同じ民族の北朝鮮の17歳は優勝してるのに、なんで私たちはダメなんだって言ってる人もいるぐらい。北朝鮮には国主導のサッカーの専門学校みたいなのが小学生からあるからね。日本も JFA 福島の選手いるし、そういうのがしっかりしてると強いんだね。まさにそこを指摘してる人もたくさんいて。日本は女子選手が1万人いて、プロリーグも育成体系もしっかりしてるけど、韓国は1500人しかいなくてセミプロなんだよね。だから男子に比べて女子サッカーはギャップが激しすぎるって嘆いてるの。1500人、そんなに少ないんだ。それで今回みたいな試合ってかなり強いんだけど。そうなの。だからその怒りの矛先がサッカー協会にも向かってて、チョン・モンギュ会長がいる限りダメだ。誰が韓国サッカーを後退させたんだ。って協会への不満が爆発してる感じ。デタチョンモンギュ、もう何回も聞くから私までその名前を覚えちゃったよ。韓国からはこんな感じだよ。少ない。 U17 女子アジアカップだし、そこまで興味ある人が少ないのかもね。ソヨン、ありがとう。じゃあまた。손학기。ソナッツ。青いひな。グレイ。デイジーちゃんいきなり入ってきたね。ジュニアマチルダスがベトナムに勝って、2026年のモロッコ U17 ワールドカップへの出場をついに決めたんだよ。しかもこれチーム史上初のワールドカップ出場でまさに歴史を作ったって感じ。史上初なんだ。すごい。デイジーちゃんおめでとう。史上初は嬉しいよね。女の子たち本当にすごい。超誇りに思う。手を祝いで溢れ返ってるの。私たちには明るい未来が待ってるってみんな大興奮だよ。日本に負けて落ち込んでたのに、選手たち本当に頑張ったんだね。それでね、私が一番グッときたのが、今までたくさんサポートしてきた親御さんたちも本当におめでとうって声があったことなんだよね。遠征費や活動費も親が負担してくれてたしね。そうなの。親御さんたちも身銭を切ってすごく大変な思いをして子供たちを支えてきたのをファンもみんな知ってるからさ。だからこそ親御さんもおめでとうって言葉はめっちゃ心に響いたんだ。家族みんな喜んでるだろうね。間違いないね。しかもね、オーストラリアではちょうど女子サッカー週間の期間中だったから、そのタイミングでこの最高のお知らせが聞けたのもマジで最高って言われてるんだ。嬉しいね。本当におめでとう。ありがとう。でも準決勝はまた2本と試合だよ。あははははは。デイジーちゃん報告ありがとう。準決勝の時にまた遊びに来るね。青いひな。See ya。See ya。日本がワールドカップ出場できて本当に良かった。 PK 決められてたら危なかったね。それにしてもララちゃんのフリーキックはすごかったね。あれは本当にすごかった。これで U17 はワールドカップまで続くね。ワールドカップ出られるか出られないかは今後の経験値が全然違うからね。ワールドカップはいつあるの？ワールドカップはモロッコで開催されて10月17日に開幕みたいだよ。5ヶ月後だね。楽しみだな。そうだね。その前にアジアカップもまだ残ってるよ。そうだ。準決勝のオーストラリア戦はいつ？準決勝は5月14日16時キックオフだね。また中2日か。なんで女子は男子より試合間隔が短いんだろう。なんでだろうね。知ってる人いたらコメントで教えてください。それと次は大きいスタジアムで試合だよ。ってことはカメラも何台もあるのかな？オーストラリア対ベトナムの試合もそこのスタジアムだったんだけど、カメラは1台だったね。スタジアムなのに1台なんだ。でもピッチが見切れることはないから安心して。お金ないし無料だから仕方ないか。オーストラリアが準決勝に進んだのは聞いたけど他の試合はどうだったの？ベトナム対オーストラリアが0対2でオーストラリアが勝ったでしょ。0対2だったんだね。中国対インドは3対0で中国の勝ち。日本もインドには3対0だったね。そうだね。北朝鮮対タイは6対0で北朝鮮が勝ったよ。やっぱり北朝鮮は強いね。まずオーストラリアにしっかり勝って決勝に進みたいね。それで決勝で北朝鮮に勝って優勝だね。中国も女子サッカーは強いからどうなるかわからないけど、北朝鮮が勝ちそうではあるね。そうだね。じゃあ今日は終わるよ。
ご視聴ありがとうございました。オーストラリア戦は何対何になると思いますか？それとなんで女子は試合間隔が短いのかも、ぜひコメントに書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。